こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は皆さんに盆栽や水石を飾って楽しむ時の名脇役たちをご紹介します。外の棚で盆栽を見る。水石を水を打って飾ってみる。それ一つでも楽しいものですが、そこに一つアイテムを足してやる。景色を広げてやる。そういうことでご自身がなさった盆栽や水石の飾りは大きくその風景や思いが広がっていきます。それを助けてくれるいろいろな小道具、私たちの世界では添える景色、典型という名前で呼んでいますが、それをご紹介しましょう。どんなに立派な工芸品でも、どんなに立派な絵でも、それが水石や盆栽と取り合わせが効かないものは、私たちの道具としては一級品とは言えません。今日は一つ典型道具の内容をご紹介します。私が独立して間もない頃からよく好きで使う道具である虫かごです。駿河千本竹細工と言われる工芸品ですが、台以外は全てが竹でできています。どこでつないでいるのかわからないこの技、竹工芸としても一級品と言われる道具ですが、私はこれを夏飾りの道具によく使います。孟宗竹の脇に飾ったり、涼やかな葉物の盆栽、草物の盆栽に脇に置くと、虫の音を聞くような気持ちになります。この時にこれだけで使うだけではなく、ここにさらに脇道具がございます。つがいのスズムシ、まるで生きているような動きですが、これがなんとすべて竹でできています。奈良に生きる有名な茶筅師、お茶の茶筅ですね。これを作る方が35年ぐらい前に愛好家の依頼によって作ったものです。これをこの虫かごとともに置くことで、かごの外に置けば虫が入る前、いろいろな飾りがその時期時期で選ばれます。時にはこの中に送り込み、虫の音を聞く季節を楽しむということもできます。この時にはこの蓋を下げる。こんな遊び心をいろいろな形で楽しんでいます。こちらは木彫の船、俗に言う苫舟、沼や湖畔や川岸に静かに浮かんでいる船ですね。びっくりするのは、この竿も竹風にしている一本の木、そしてこの船そのものもどこもつないでいません。つまり一つの木からくり抜いて作っています。飛騨一刀彫りの名工と言われた田中一行先生に依頼して作られたものですが、現在では数少ない作となっています。苫の船、使い方は様々。草物はもちろんのこと、さやけきもの、わびた静かな世界、その脇にそっとある船の姿、どこか日本のわびた風景の中が演出できる道具立てです。同じく田中先生に作っていただいたものがあります。勝負の楽しむ勝負園のようなところに
八つ橋という板で人が渡れるような橋があります。その姿をよく表している木で、これも一光先生がなんと一本の木からくり抜いて作ったものです。味わい深いものなので、私はよく菖蒲の草物飾りの脇にそっと添えて、その風情を楽しんでいます。このように船も八つ橋も生地のまま、それであることがあまりしつこいライブな風景ではなくて、心の中の心象風景を浮かばせてくれます。趣を変えて、こちらにある人形は京都清水焼の女官の姿。作者がつけた名前は紫の上、つまり紫式部ですね。今から30年ほど前、清水坂を歩いている時に一つの人形店を見つけて、この人形と出会いました。それはまさに十二一重が絢爛な色彩で飾られていました。作者の高橋先生とお話をして、なんとか盆栽水石のために色を控えたものが欲しいと。はじめ怪訝な顔をなさっていた先生ですが、私の伝えることを理解くださり、おぐとわずかな口紅の刺す、これだけで無地のままで作ってもらいました。梅や桜に私はよくこれを石飾りに使わせていただいています。銅製の三重塔です。格調高い100年以上の前の作品ですが、これは盆栽界を代表する愛好家であった亡き小泉薫先生の形見の品でもあります。盆栽飾りの格調の高いもの、大型の水石の山形飾りなどの大床と言われる床飾りなど、または大観天などの広い席に松の盆栽と合わせて使うことがよくありますが、この大きさと高さのバランスが絶妙なんですね。あまりこれが高すぎると盆栽や石を食べてしまいます。この絶妙なもの、大切にもう何十年も使っています。木彫で作られた能の一つ、翁の舞、その像ですね。能人形を専門に彫る木彫家が芸術作品として作ったものですが、晴れの舞台、松などの格調高いものの脇床によく使います。京焼の白い上薬をかけたくず屋香炉、東屋や茶屋を表している香炉ですね。本来は工芸品としてこのように中に香を入れて、ここから煙が出るというものですが、私どもの世界は飾り道具のまさに峠の茶屋や山の中のいおりを表すものとして、文人系の盆栽などによく取り合わせます。時には飛び梅と言われる非梅の赤の花とこの白いくず屋のコントラストも、冬枯れの寒い時には温かみが出て嬉しいものです。典型小道具、俗に言う蝋中鋳込みの銅製品、蜜蝋というもので形を作って、それを一点限りの流し込みの銅で作るものです。50年ぐらいの時代の差がありますが、これは一人の大阪の亡き愛好家が大切にしていたもので、10年間ご親族が守ったものです。このセットはすべて今月8月26日に上野グリーンクラブで行われる水石関連の大オークションに出品されます。選び抜いたこの道具を手に入れる機会、
面白いなと思いますが、一つ一つが味わい深いもので、このような小さなくずや名工の出来にも見える品物、苫屋船の人の動きまで出るもの、それぞれの使い方、それぞれの楽しみ方は一点ずつに生きるものがあります。このようなコレクションも楽しいものです。盆栽水石の典型図解の中の第1位と言われる木彫作品、その中でも宝と言われるものです。明治、大正、昭和の初めに活躍した小鳥を彫らせたら日本一、天下一と言われた上野玉水先生によるウグイスのつがいです。まるで生きているような姿、羽の細かな線まで描き出す精密を極めたこのウグイスは、よく置物では台の上にはめているものがありますが、このように一羽ずつ自身の足で立つ、これが玉水名作の姿です。ウグイスを飾るなら玉水、スズメ、赤霊、さまざまなものがありますが、この作品などはまさに梅の盆栽に必ず湧き備えで合わせてみたい名工の作ですね。精密な姿で作られたカワセミの動きある姿ですね。羽をわずかに動かし、今まさに獲物を捕らえて飛び立とうとする姿、この自然界に生きる姿が水石でしたら大きな渓流石や滝石の脇に、盆栽でしたらどこか涼やかな水を感じるもの、もみじやカエデ、夏飾りの盆栽にはうってつけの道具ですね。古銅、つまりとても古い作品の銅器ですが、牛に乗ったよく見れば殿上人、公家の姿ですね。中国製のものでよく牛に乗る詩人のものがありますが、人物は烏帽子をかぶり、牛は角の短い和牛です。見立てからすれば菅原道真公を描いているものでしょう。そう読み取りができると、ここに「こち深葉匂い起こせよ梅の花」という言葉が出てきます。梅の古びた盆栽の脇にこの佇む牛に乗る道真公、一つの詩情の世界が描き出せる道具ですね。右手が木彫の浮見堂、琵琶湖の中に浮かぶような月見をするような湖畔に飛び出た銅魚の姿、左手は内九亭の亭と書いて鎮と読みますが、峠の茶屋というよりも見晴らし台のところで一休みをする屋根を持つ休み場ですね。浮見堂ならば大きな席で水盤の遠山石を描くことで、比叡山の向こうに琵琶湖に浮かぶ浮見堂、左側の鎮は山の中腹にこれを置き、その向こうに熱ななりの五葉松などを置けば松風を感じる一石となります。道具立てはそこに浮かぶ詩情が命になります。使い勝手はその盆栽水石を飾る方の心のありようそのままです。一つの木から彫り出した古老、つまり老人の姿、微笑むその姿、蓄えたひげ、そして杖、ざっくりとした刀の使い方は
腕の良い彫刻家ならではのものですが、このように佇む老子の姿は文人の五葉松、心拍などの盆栽とよく映ります。月落ちて露光冷ややかなり、精魂羅奥を照らすという言葉があります。まさにそのような深遠深い石によく映ります。いかがだったでしょうか。盆栽水石の脇役、典型道具のご紹介をさせていただきました。最後に一つそれを使った石をご披露しましょう。暑いこの季節、深山の滝を表す水盤石、その脇に滝の向こうに船遊びをする姿。典型使いはさまざまな使いがあります。石を大きくしてふっと象徴的に飾るもの、それを実景の中に取り込むもの、その時の石の大きさ、表したい自分の表現、それによって使い方、そこに浮かぶ景色が一つ一つ変わっていきます。これも典型使いの楽しさですね。さまざまな盆栽水石関連のいろいろなよもやまな話、ご紹介するわびチャンネルです。ぜひアーカイブス50作を含めてご覧いただければと思います。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。